今回は引き直しガチャおすすめ最強キャラをご紹介していくぜ。おお、今回の引き直しガチャのラインナップの中には現在も使われる強キャラがいるようなので教えてください。後悔しない攻略方法も紹介するのでぜひ参考にしていってくれ。それではまずはじめに引き直しガチャの攻略方法を紹介していくぜ。まず確認として引き直しガチャの仕様なんだが、期間中、毎日1回無料で引き直しができるのがこのお祈りガチャ。このお祈りでは、引いたキャラクター1人を一旦キープしておくことができ、開催期間中に確定させることで、そのキャラクターを仲間にできるお祈りとなっているぜ。今回対象となっているキャラは、S 限定を含めた2023年4月21日までに登場したキャラクターとなっていますよ。そしてこのガチャで白黒ついてしまうのが、2番目3番目くらいに欲しいキャラが出た場合、どうするかということ。今回は1ヶ月と7日間の期間があるので合計36回の引き直しができるんだ。そしてこのガチャの攻略で最も重要なのは運ではなく見切りだぜ。例えば20日目に3番目に欲しいキャラが出た場合、そこで確定するか、20日から37日で2番以上に欲しいキャラが出ることを願って3番目のキャラを捨てる必要があるんだよ。最後まで粘って、例えば最終日にルナチャイルドが出たらルナチャで確定しなくてはならないので、あの時あのキャラを捨てなければよかった。首みたいな口しやがってみたいな事態が起こり得ますよね。そういう意味では見逃しは危険度も高いので、優先順位1、4、2くらいまでは決めておき、妥協ラインもしっかり決めておいた方がいいんだ。なので、今回は当たり、大当たりという順番で紹介するぜ。終盤用の妥協枠の情報はないので助かりますよ。今回は10日目から31日目までに当たったら交換するべき当たりキャラ、1日目からラストデイまでに当たったら即終了の大当たりキャラを紹介していくよ。まずは当たりキャラを紹介していくぜ。だいたい10日後以降なら決定しておいた方がいいというキャラですね。まずはじめに紹介する当たりキャラクターは、A シリーズレミリアスカーレットだぜ。このレミリアは速攻式らしいシンプルな超絶火力型。その火力は今時の超フェストも引きを取らないほどの火力を出せることが可能。マジで？めちゃくちゃ気になるから教えろみょん。まず能力は、速力と命中を伸ばす火力タイプの構成だ。結界以上燃焼暗闇を操るなら陰行最強のミマ&メリーと相性抜群だし、グレイズで味方の速力アップは優秀ですよ。スキルではこちらも高品質な速力アップサポートに加えて、味方全体の陰行3段階アップ 3T 持ち。S で味方全体の陰行3段階アップは優遇されてる感あるわ。さらに霊力回復はもちろん、なんと味方全体の結界増加持ちでしかもうまくいけば2枚も回復。これでグレイズと組み合わせれば、さらに火力を伸ばせれるから偉すぎだ。さらに相手全体に結界以上燃焼を2枚付与も持っていて、自身の引用と合った結界以上を負けることが可能。燃焼は陰防御力を下げる効果があるから相性がいいってことね。また全スペルカードに相手の防御力を低下するデバフを持っていて、スペルカードにでは燃焼付与もあるためさらに相手の防御力を低下するというデバッファーとしても有能。持続が 1T かつ霊力呼吸の手段が乏しいので使いどころに注意が必要なんだけど、2T で再使用できる相手全体への燃焼結界2枚付与のスキルを持ち、さらに3ブーストしたスペル2で相手全体に燃焼2枚付与&自己ブレイクもやろうと思えばでき、霊力さえ補給できれば 2T で6枚、3T で8枚ブレイクができるし、そうでなくとも燃焼付与デバフ要因兼ブレイク要因としてのコンボ性能はフェスゲンでは非常に優秀。火力、サポートに加えてブレイク力も抜群って強やん。特に運命枠として非常に有能なので入れたぜ。フェスゲンの限界突破素材は一型白なので簡単に作れますからね。あとダッシュファイター的な感じで同じ速攻式のフランドールもいいよ。ただちょっとレミリアより性能は劣るかな。その理由は？一つは全体攻撃の属性がバラバラ。キャラ設定的に虹を意識されたせいで属性がかなりバラバラなので若干扱いにくい。属性がバラバラは弱点がつきにくくなるよね。もう一つは追加効果に回避をつけられていること。悪くはないが、やはりグレイズがある以上回避はやはり恩恵としては薄いんだ。レミリアの方は燃焼付与持ちでブレイク力とデバフをつけることができて強いね。なるほど、フランの方はブレイク力が劣っていたりと短所もあるって感じか。フェスの方では性能は高いけどな。続いてフェスゲンおすすめは紅名もなき小さな悪魔小悪魔だぜ。へえ、この小悪魔強いんだ。超フェスかおまけの支援力を持っているぜ。マジで？まずスキルでなんと味方全体の陰謀と陰行を4段階上げることが可能。フェスゲンが味方全体の陰謀と陰行を4段階上げることができるの？エピック、レリックでも4段階は貴重ですよ。そう、それを2つもこなすことができるんだ。さらにクリティカル攻撃力も伸ばすのが得意で能力と単体スペカで1ターン最大5段階上げれるんだ。クリティカル攻撃力アップも得意なのは優秀なキャラよ。しかも霊力配布も得意で合計初期ターンで 1.5、1ターン使えば 2.25 も配ることができるぜ。霊力配布も得意とか優秀すぎだ。さらにここで終わりじゃない。味方全体の結界増加も得意でスキルと単体スペカで常に回復させてくれるぜ。欲しいもの全部持ってくれているじゃん。
また一応全体ブレイクもできて2ターンで3枚割ることができるぜ。これはもうフェス限の域を超えていますな。ああ、かなり高品質な支援が行えるのでコスパはめちゃくちゃ高いぜ。全然最前線で使えるレベルだよ。小悪魔どころか大賢者ですわ。続いておすすめ当たりキャラは紅酔い闇の妖怪 AH ルーミアだぜ。ルーミア言っちゃあれですが、そんな強そうに見えませんね。それがめちゃくちゃに強い。このルーミアは破壊式であり、クリティカルを伸ばすのが得意。まず偉いのが能力でブーストをかけるとクリティカル攻撃力アップが可能。優秀だな。霊力絵札を入れておけば、常に3ブーストかけられることができますからね。その霊力補給も優秀で、全体、スペルカードを使うと霊力を 1.5 回復することができるぜ。ちゃんと霊力補給もあると、さらにスキルとスペカを組み合わせるとクリティカル防御力を1ターンで6段階まで下げることができるぜ。待って待って、このルーミア付き属性だからクリティカルを爆上げするミマ様と相性めちゃくちゃいいじゃん。そう、しかもミマ様はクリティカル防御力低下はそこそこなのでルーミアの高品質クリティカルデバフと相性がいいんだ。つまりかぐやの付き属性パーティーにも入れることができるので需要が高いのなんの。素晴らしいじゃないか。さらにこの頃のフェス弦は自己完結ブレイクをつけられていて、ルーミアも同様に最大で 2T で6枚ブレイクが可能。2ターン6枚ブレイクはバカ有能じゃないか。また特攻には妖精特攻を持っていて雑魚処理もしてくれやすいぜ。このように今でも抜群に使える要素を持っているぜ。あとダッシュファイターキャラにメイドサニーがいるぜ。こちらも本当によく似た性能なのでおすすめ。ただルーミアの方がちょっと強いし、属性などから需要が高いな。サニーも結構いいのね。なんといってもルーミアは可愛いんですよ。あの手を広げる坊主は私に抱いてくださいっていう意味ですよね。ただしそのまま食べられるという意味もあります。続いておすすめ当たりキャラは超フェス火炎病輪だぜ。まずこのキャラの優秀なポイントがブーストで円光を上げられることだな。絵札や支援の力を使えば約常時3段階上げられますからね。また味方に燃焼を配れるのもいいね。大概陰光タイプは相性のいい燃焼をバフに変えるキャラが多いのでいい支援になるよ。VS 単体は 1T で7枚ブレイク、VS 複数は 2T で6枚ブレイクを狙えるハイレベルで自己完結した暗闇結界ブレイクの使い手で、さらに速攻式らしい残烈弾の上乗せによる効果力を持った、突破力抜群の性能をしているよ。がっつりではないけど新春アオレイムは水属性もあるので同じ速攻式で相性がいいから一緒に連れて行けれるのもいいね。高難易度イベントではバリバリ活躍できる性能で、しかも3ターン周期の自身の禁止解除燃焼毒切り暗闇3種への耐性があるので一部の妨害を強引に突破できる要素も複数持っており、この辺も含めて相手を問わずにゴリ押す力はかなりのものでおすすめキャラの一人だよ。小回りがめちゃくちゃ効く子ですな。また少女転生が確か近かったと思うからさらに強化が可能だぜ。続いて紹介する当たりキャラは超フェス小悪魔だぜ。このキャラのすごいところは妖怪、神格、幻想郷というバカ広い特攻範囲を積んで、高出弾 80% と高い倍率の高出弾を積んだ全体スペカだな。特攻範囲バグってるな。常に通常の2倍以上の火力が出ると考えた方がいいね。しかもちゃんと初段に積んでいるしね。そのため非常に火力を引き出しやすい。とはいえ、自身はクリティカル攻撃力アップがないので支援は必須になるぜ。また陰光付き属性なので一応家具やパーティーにも入れれるよ。さらにスペカに自身の禁止解除とスキルで全体禁止解除も持っていて禁止の支援がかなり強い。スキルを禁止されてもスペカ打ってからスキル発動もできるから偉いね。また霊力配布や結界増加など支援力も高くなかなかに多芸なキャラなのでおすすめだぜ。さて当たりキャララストに紹介するのは超フェス優香だぜ。この子は王道に強い性能をしているよ。彼女は防御力を上げつつ、火力も上げて殴れるという高出弾タイプだ。ラスワには超フェスなら比較的高い 100% 高出弾を持っていて、能力やスキルで防御力を上げて火力を上げれるぜ。確かにガードが硬そうな女子だわ。さらに妖怪という広範囲2の特攻を持ち、超フェス現最強クラスの火力を叩き出せれるよ。さらに防御デバフも豊富にあり、ラストワードは下位グループのエピックレリック限定キャラを凌駕する火力が出るぜ。そしてブレイク性能は 2T で相手全体6、7枚ブレイクというそこそこ割れる性能だぜ。火力デバフ、ブレイクも高くて王道に強い感じですね。といったように、今現在でも現役としてバリバリ働ける子たちなので引けたら決定しちゃってもいいぜ。それではラストに、引けたら問答無用で決定していい大当たりキャラを紹介するよ。まずはじめに紹介する大当たりキャラ1人目は超フェスケイネ先生だぜ。このキャラはなかなかに凄まじい火力を出せるキャラだな。味方全体のクリティカル攻撃力を1ターンで5段階上げられて、さらに特攻には人間と宗教家という案外刺さりやすい特攻を持っているのでダメージを数倍にして殴れることができるんだ。クリティカル5段階アップは強いな。しかもスキルの周りがめちゃくちゃいい。再使用ターンが3と3と4という短いターンで、ソフトバンクみたいにかけ放題なんだ。さらに霊力配布も得意でスキルで仲間に 1.2 配布でき、全体スペカでも 0.90 配布することができるぜ。しかも再使用ターンが早いから回しも早いしバカ有能じゃん。また特性もターン開始時に自身の霊力を 0.25 上昇発生率 100% を持ってるのもグッド。ウェーブじゃなくてターン開始時は素晴らしい。マジで隠れた強キャラですやん。もっと言うと、
結果以上はインコーと相性のいい燃焼持ちで1ターンに4枚、2ターンで6枚の全体ブレークも可能。イメージ的には火力が出るのに支援も得意な勇者みたいなバランスがいい性能をしていて、今回紹介した中でも余裕でトップクラスの性能をしているぜ。これは完全大当たりキャラの領域だわ。さて続いての大当たりキャラはテイトの思想操作官、セイランだぜ。火力がやたら高いで有名なキャラクターですね。ああ、ちょうどインフレに乗っかった性能を持つキャラだぜ。まず能力はリプレイオートで壊されがちな凍結と帯電にかからない。これは運枠として大きなメリットですね。また有利属性に与えるダメージ 30% アップを持ち、グレイズで味方全体の速力1段階アップと火力面のバフもあり優秀。そしてスキルでは、味方全体の速力2段階アップや自身の陽光3段階アップを持っていたりで火力を大幅に上昇しつつ、相手全体のクリティカル防御3段階ダウンという相手のデバフも行えて超火力を出せるのよ。また相手全体の命中3段階ダウン 4T というどえらく長い妨害も可能。防御方面にも役立てるとはさすがは団子屋しているだけあり器用ですね。そしてセイランの筆頭すべきポイントが究極的火力を出せる全体スペカ。了解特攻で高火力を出すという簡単に爆発的な特徴を持った全体スペカなんだ。全体スペカで了解特攻はヤバすぎだ。しかもセイランは3段階のクリティカルデバフと2段階のクリティカルバフを持っているのでこの超広範囲の特攻と相性がいいんだ。全体スペカにも了解特攻があり、超高倍率クリティカルとのコンボで複数の敵に強くて、意味不明なぐらい有能ですわ。これから発するダメージ量は超フェスでトップクラスと言えるね。また1ターンに4枚、2ターンで6枚の全体ブレイクも可能と高難易度にもバンバン連れていけれるよ。3ウェーブの絵札周回にも持っていけるし運枠として有能すぎるキャラなんだ。もうこのセイランあたりからは超フェスのインフレが始まった頃だからやはり性能が最近な感じありますわ。全体的な要素で言えば激戦の現環境超フェス現の中で勝ち抜いた実力者と見て間違いないぜ。あとがっつりではないが新春赤マリサと水属性を持っていて、クリティカル面で非常に相性がいいのでお供としても使えて需要が高いぜ。次に紹介する大当たりキャラクターは、ウサの反乱参謀、稲葉亭ちゃんさん氏だ。このキャラはサイゼリアのミラノ風ドリア並みにコスト破壊していますよ。このキャラクターの筆頭すべきポイントは、なんと超フェスながらスキルに2つの味方全員禁止解除を持っていることだぜ。2つのスキルで禁止解除ができるということは1ターンと、2ターン目でずらして使うことができるので禁止系のステージの難易度、周回のしやすさを激減してくれるのよね。この2つの禁止解除持ちは激レアでヤクモゆかりとテイちゃんさんしか持ってない。しかも限界突破しやすい超フェスという部類でだからすごい。なのでコスパがめちゃくちゃいいんだ。さらにスキル&スペルで相手全体に毒切り2枚、単体ならば毒切り6枚を付与可能。毒は容器を下げる効果があり、良好デバフ要因としても働けるのも優秀。しかも特に VS 単体にはフルブーストしたスペル2で6枚割れてしまうので、VS 単体においては十分な決定力も発揮できるんだ。水着ゆかりは 2T 単体6枚なので、ブレイク性能はこのテイちゃんさんの方がお手軽で使いやすいね。その他速力アップ、防御力、攻撃力という火力アップに貢献もできて、回復とデバフも豊富に持ち、支援性能においても超フェスなら上位レベルだぜ。火力面のサポートができるし、高難易度にはもってこいですね。霊力配布なしとか火力が平均ぐらいという弱点はあるものの、禁止解除につ持ちだけでも重宝するのでこの子は超おすすめだぜ。続いて紹介する大当たりキャラは小野塚小町だぜ。式は速攻式であり火力はもちろんブレイク性能も高く、デバフもサポートなんでもこなせる優等生タイプ。まず超フェス小町の能力は毒と暗闇がかからないので他のキャラクターと組みやすく、最近増えつつある暗闇でバフをかけれるんだ。またブーストとグレイズで味方全体の火力を底上げできるって優秀すぎますよ。先ほども言ったように今需要が高すぎる速力アップができるキャラなのもグッド。スキルを見ると、味方全体の速力を3段階アップや、自身に暗闇付与で火力も上げれて、自身の霊力を 1.75 上昇と高い霊力回復も持っているんだ。また味方全体の霊力を 0.25 上昇を持っていて霊力配布が可能なのでそれと合わせれば3まで到達しますね。超フェスで初期ターンで3たどり着けるのは多くはなくその点も他のキャラと比べて一線を画しているぜ。サポート性能も高くバフは 1T で全員の陽光6段階、2T で10段階アップまで到達するんだ。さらに 1T で6枚、2T で8枚という圧倒的なブレイク性能も持ち、エピックレリックまで含めた全キャラ中でもトップクラスのブレイク性能となっているぜ。デメリットも特にないし高難易度に連れて行きたいぐらいのキャラですよ。このように小町はまさしくぶっ壊れ破格キャラだな。続いて紹介する大当たりキャラは超フェス四季様だぜ。この四季様は一家に一台は欲しい速攻爆発的でバッパー。四季様は最速超デバフ性能についてはエピックなどを含めてもゲーム中でもナンバー1と言えるぜ。注意、一体どんな害悪コンボを持っているのか気になる。まず能力で有利不利にダメージ増加持ちで、命中率を高めて安定させることが可能となっているよ。そしてスキルは相手全体に結界以上毒切り3枚付与や相手全体のクリティカル防御、相手全体の要望3段階ダウン 4T、相手全体の陰謀3段階ダウンという高品質なデバフを多数揃えているんだよ。四季様
も容器タイプで毒を扱うキャラなため、毒切りをデバフとしても扱えれるので追いデバフとして使えれるから偉いね。さらに、スキルとスペルカードで味方全体の攻撃力を上げることもできて、命中率も高いからデバフとバフが森に盛られまくった一撃をしっかり命中させることができるのよ。フレイみたいなブレイクがないコンテンツにおいても有能な性能だよ。さらにブレイク性能も2Tで7枚の暗闇&毒切り結界ブレイクが行えて、最近のレリックやエピックとも引きを取らないブレイク性能を持っているぜ。なんといってもこのキャラのヤバいポイントがラスワのデバフ性能。引用どちらも4段階も下げれて、クリティカルデバフも高く、追い打ちに毒切りで陽光デバフを上乗せと瞬間デバフ性能が高すぎる。そのため、ランキング戦のオーバーダメージ要因としても今でも重宝されていますよ。クリティカル防御力低下が得意な式様は赤マリサと相性がよく需要を上げているぜ。しかも妨害式だから絵札にも恵まれているし、初心者さんにおすすめキャラだぜ。このように地下俳句館組は優秀なキャラなので狙っていこうぜ。あれ？そういえば地下俳句館組ってもう一人いませんでした？クタカちゃんは駅のマスコット要員だよ。夢ある未来に向かって出航。それではラストに紹介するのは超フェス無限有限怪獣ドレミースイートだぜ。ドレミーは妨害式らしい防御ステータスの究極的な弱体化が得意なデバッファーキャラ。まず能力ではグレイズ使用時、味方全体の命中1段階アップが行えサポートもこなせられるんだ。妨害式らしくデバフは素晴らしく、絵札の力を借りれば 1T で相手全体の要望9段階ダウン&クリティカル防御4段階ダウンということで要望を極限まで引き下げることも可能。そのため2023年から増えた結界を持たない敵への突破力も抜群だ。さらに速力を得意としていて、スペルカードとラスワには残裂弾が含まれているので、速攻式とも相性がいい。そして星属性がメインなので新春赤マリサと相性が抜群なことから需要が高まっているんだったよね。気になる方は後でこちらを見てみてください。さらにはブレイク力が非常に高く、他の誰の手も借りず完全に自己完結しながら 2T で相手全体の結界を7枚8枚割れるという、エピックレリック顔負けの破壊力を持っているんだ。突破範囲は広いわけではないが、防御デバフがあまりにも高品質なため、ゴリ押し火力が高いので超フェスとして見れば十分な火力は出るぜ。顔芸もぶっちぎりなので当てたら問答無用で決定しよう。さて今回はここまで。こうやって見るとかなり優秀なキャラが多いので、一人は当たる可能性があるから今回の動画を参考にいいキャラを引き当ててみてね。視聴者さんが引き直しで狙っているキャラがいれば教えてくださいね。また今週のアップデ情報について詳しく知りたい方はこちらを見るといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。